30代の美容師です。4月から独立してフリーランスになりました。10月になり確定申告の準備をしようと思うんですが、パソコンを持っておらずネットを調べて評判の方、フリーを使っていました。何が何だかさっぱりわからず絶望しています。税理士にお願いするほど収入があるわけでもなく、最近やっているアイトでこんな素人でも確定申告できるサービスとかってありませんでしょうか？いや、でも税理士さんもそんなに高くない人いるので探してみた方がいいっすよ。下手して脱税になって後で税金払うことになったら高くつくので、なので1年目だけでも税理士さんお願いして、ツールってこうやって使うんですよとか、このツールにこれ入れてくださいっていう通りに入れるっていうので、なるべく安くお願いしますみたいなのがあったりするので、なので一回ちゃんと納税作業自体は専門家の手を借りてやってみて、後から自分でできるよねって言って安くするっていう方がいいんじゃないかなと思います。税務署に相談すると結構教えてくれますよ。なのでノートパソコンごと持ち込んで、これはこうやって打ったんですけど、あとどうしたらいいですかっていうと、多分結構丁寧に教えてくれるんじゃないかな。現在24歳、20歳で大学中退、フリーターできてます。借金や仕事が名付きしなく、お金が足りなくなったり、めんどくさくなったりで、確定申告というものをやったことがよくわかってないんですが、最近は不安になってきたので、ちゃんと納税しようと思います。僕は何から始めればいいですか？逮捕されたりしないでしょうか？逮捕されるほどの金額はないと思うんですけど、ただ税務署が突然来て、お金払ってくださいって言われて、銀行の預金とか差し押されるっていう状態には、あと3年後ぐらいになると思います。基本的には税務署って、だいたい6年、7年泳がせるんですよ。で、税務署としては税金払ってないよねっていうのはバレバレなんですよ。フリーターの場合って、例えばじゃあそのファミリーマートで払いましたって時って、ファミリーマートが税務署にこの人に給料いくら払ってますよっていうのを税務署にずっと送り続けてるんですよ。なので、この人ってこれぐらいの給料あるよねっていうのを税務署は実は分かってるんですよ。でも、毎年毎年人のところに行くと疲れるしめんどくさいから、で、確かね7年だったんですけど、7年以上経つと時効になっちゃうんですよね。なので、7年ごととかに、じゃあもうこの人の7年分でこの金額があるから、じゃあとっ捕まえようぜっていうので、ピンポーンって言って、これ税金払ってないですよね。で、7年間払ってないのは、じゃあそこで加算税っていうのが足されますよと。普通に税金払って言えばいいんですけど、払ってなかった7年があるので、そこで加算税っていう形で利子をつけますよと。で、本来税金が払うべきなのに払ってなかったのを隠そうとしたみたいなのがあると、重加算税っていう方で罰金的な税率がついて、確か重加算税 15% とか 20% とかだっけ、結構高い利率がつくんですけど、それを7年分とかつけられたりするんですよ。っていう状態で、払いたくなければ払わなくていいですけど、口座を全て差し押さえますよっていう感じで、銀行口座って税務署はみんな把握してるので、持ってる口座全部残高ゼロにされるっていう状態で、ひたすら現金で暮らすっていう状態になるので、早めに税務署に相談した方がいいです。早ければ早い方がいいです。3月とかになると忙しくて相手してくれないので、今のうち税務署行って、今まで1円も税金払ってません。どうすればいいですかっていうと、親切に相談乗ってくれますよ。税理士に相談しに行く人いるんですけど、税理士って金取るんですよ。で、税務署ってどんな人でもタダで相談して、で、その人のためになる形の納税の仕方っていうのを基本的には教えてくれるので、なので税理士にとこに行くよりも税務署に行った方がよっぽどいいと思います。電話でも教えてくれますよ。Uber Eats 配達員をこれからスタートしようと思ってます。Uber Eats などのフードデリバリーサービスで個人事業主として仕事をしている人が自分の周りにもいて、その人たちから聞いた話ですが、配達員で年収800万以下なり1年は無申告で、3年目で確定申告すれば国税局が追ってこないし、7年も経てば時効だとか無責任な噂を聞いたんですが、本当ですか？ちなみに自分は年収100万でも確定申告がするつもりです。税務署はちゃんと儲けてる人にはガチで来るので、あと加算税が入ったりするので、たまたま捕まってないというだけで7年後とかに来ますよ。税務署から逃げ切れると考えるのは間違いだと思った方がいいと思います。Uber Eats の会社自体は普通に日本の社内、日本の中で合法でやろうと思ってるので、例えばじゃあ西村博之という人が働きましたっていうので、西村博之という人に報酬としていくら払いましたっていう記録を出さないと、今度は Uber Eats の会社の方が脱税になっちゃうんですよ。売上に対して経費として払いましたっていう金額があってないと税務署に送られちゃうので、経費として払いました。で、払った先は西村博之という人ですっていう証拠も出すんですよ。税務署ってその証拠をずっと持ってるんですよ。ただ、すぐ行かないんですよ。7年ごとに行った方が楽だから。1年ごとに行ったら人手がかかるじゃないですか。なので7年間寝かせるんですよ。で、寝かせて7年経ってこれ払ってないですよねってなるので、なので記録は全部税務署がすでに持ってます。Uber Eats の働いてる人にいくら払ったって記録は 100% 税務署は持ってます。なので言い逃れとか基本できないので、ただ加算税が増えるだけなので、さっさとちゃんと申告した方がいいと思いますよ。本当に裁判やって勝ったらそれを払わなくていいんですけど、裁判やらない限り税務署のルールが正しいになっちゃって、
差し押さえされるんですよ。差し押さえされた後に、この差し押さえがおかしいって言って、裁判で戦って、勝って税務署からお金を戻した人っていうのはいるんですけど、まずは税務署っていうのは強いので、差し押さえが先です。なので、俺こんな稼いでないよ、嘘だよとか、言い逃れをしようとしても、差し押さえられた後に文句があるなら裁判所へどうぞって言われるので、本当に Uber Eats からお金もらってるんだったら裁判でも絶対勝てないので、加算税分損するだけだと思います。金額によっては本当に逮捕されるんで。タンス預金を銀行口座に入れず EC サイトなどで商品を購入し、コンビニ現金払いで支払いした場合、税務署に見つかりますか？またタンス預金って立証するの難しくないですか？EC サイトで買った時に全て偽名で買うってことかな。ただコンビニ現金払いでずっと払い続けたとしても多分どっかでバレるんじゃないかな。税務署が個人事業やってる人って何年かに1回ふわっと調査入るんですよ。あれこの人なんでこんな車持ってるんだろうとか、生活水準と合わない部分がちょっとでもあると本気で調べてきたりするので、税務署はあんまり舐めない方がいいと思いますよ。普通に申告した方が安上がりと思いますけどね。法律って時効が普通あるんですよ。悪いことしたとして5年間バレなかったらもう無罪になるよねとかあるんですけど、日本の税務署の税金って時効がないんですよ。なので脱税した人って生きている限りずっと脱税がバレて、それが課徴金でものすごい金額が来るっていうリスクを追い続けなきゃいけないんですよ。例えばじゃあ100万円脱税したとするじゃないですか。でそうすると重過失の本なんですよね。脱税って分かった状態で税金ちょろまかしたよねってなると年間に 30% ぐらい利子つくんですよ。なので100万円にだいたい30万円の利子がついて、1年後は130万円に対して 30% の利子がつくので40万円で、次170万円に対して 40% の利子がついて60万円で、230万円について 30%、40% の利子がついてって言って、年々借金増えるんですよ。これが生きてる限り増え続けるんですよ。30年後とかにすっかり逃げ切ったと思ったところでちょっとバレたりすると、で多分ね5000万ぐらいになってるじゃないですか。今計算適当にしたけど、それを払えって言われてるけど、払えなかったとしたら家の財産全て差し押さえになるんですよ。っていうのをずっとビクビクしたままこっから30年生き続ける。いくつかわかんないですよ。70歳とかだったら、あと10年20年なんで逃げ切れるかもしれないですけど、20歳30歳とかだったら50年60年間ずっとビクビクしてるんですよ。で多分ね40年後ぐらいにあれこれずっとビクビクしてるんだったら最初に100万払った方が安かったって気づくんですよね多分。なので今からでも遅くないので税金はさっさと払っといた方がいいですよ。34歳独身男性です。2017年に法人設立後確定申告や決算をせずに困ってきましたやばいっすね。よくわからない、めんどくさいという理由で、いわゆるチュートリアル得意状態です。年間売上7000万ほどで利益率は約5割。役員報酬も決めてないので、なんとなくで生活してきました。一人社長です。税金を納め解決したいと思ってるんですが、私は何から手をつけるべきでしょうか？またすぐに動き出すように茶談をしてください。自分の地域、例えば北区赤羽だったら、赤羽税理士って検索して、2番目に出てくるところに申し込んでください。早ければ早いほど税金の追徴課税は安くなります。素直に税務署に電話してもいいんですけど、税理士さんを通すと、ひょっとしたらこの部分を払わなくていいみたいなのも、税務署って多く払わそうとするんですよ。なので、まず税理士さんと早めに相談してください。で、一番上にしなかった理由は SEO に頑張ってる人っていうのはサービスとしてあんまりよろしくない場合があるので、なので一番上よりも2番目ぐらいの方が実務ができる人が多かったりします。はい。早めに税金はあるとかですよ。犯罪って逃げ切れるんですよ。時効っていう概念があって、殺人は時効がなくなったんですけど、それまで人としても逃げ切れば逃げ切れたんですよ。なので、犯罪は実は逃げ切ることが可能なんですけど、税金って逃げ切れないんですよ。税だけは10年、20年、30年経ってもずーっと払えって言われるんですよ。で、30年払わないっていうのになると、30年分の追徴課税が来るんですよ。なので、逃げ切るが構造上不可能なので、税金は早めに払ってください。夜系の経営者、夜職の方の中に納税者が少ないのはなぜでしょうか？取っ払いが多いから。自分の身の回りでそのような仕事をしている方のほとんどは確定申告をしたにもかかわらず、特に何も問題がありません。そのうち突然来ますよ。すぐに来るわけじゃないです。はい。税務署ってだいたい7年周期なんですよね。7年間は訴求して税金払えって言えるので、なので4、5年とかで来ちゃうともったいないんですよ。夜職でじゃあ20歳ぐらいで働いてます。で、周りの人っていうのが多分3年、4年、5年とかやってると思うんですけど、それくらいじゃいかないんですよ。
27歳とかで来るんですよね。7年間全くお支払いしてないですよね、税金みたいなので、この額これくらいですよね。7年分の一番最初の年の払ってないやつの追徴課税が 30% 分とかつくので、莫大な金額になるんですよ。なので、莫大な金額になるまでずっと試したりするので、まだ夜職そんなに長くないので分かってないというだけで、実際は税務署普通に来ますよ。気をつけてください。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。